皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。羽田空港第2ターミナルから今日の旅はスタート。前回の動画で沖縄の家族旅行から帰ってきたその翌日、また旅立ちです。向かうは LA。 15年ぶりに再結成したオアシスのライブを見に行ってきます。 ANA のダイヤモンドになってから初めての伊丹国際線。専用のチェックインカウンターがあるんですね。ではチェックインしていきましょう。今回は羽田ラックスを ANA のビジネスクラスで移動します。およそ10時間のフライトです。最後から3番目のフライトですね。今回の L 行きは本当に直前に決めたので、優勝運賃だと高すぎて迷子発見しました。久しぶりの ANA ビジネスクラス楽しんでいきましょう。とりあえず出国して向かうのは ANA スイートラウンジ。伊丹のスイートラウンジは初めてだ。金曜深夜のフライトはラウンジも混んでるのかなと思ったら、そんなこともなかった。でも深夜だし、残りフライト数を考えたらこんなもんか。とりあえずワインを1杯。席数がすごく多いんだけどご飯が見当たりません。別の階なのかな。うろうろしてたら案内を発見。ダイニングとシャワーは明日の階なんだね。とりあえずシャワーを予約。それまでご飯を食べたりして過ごしましょう。ダイニングはこじんまりとした感じ。他の ANA ラウンジと同じようにスマホからオーダーできます。メニューはいつも通りだね。お寿司をオーダー。日本を離れる前の儀式。なんかガーゼの跡みたいなのが残ってて美味しさが半減。あとは牛煮込みもいただきます。この間シンガポールに行く時に妻が食べてて美味しそうだったんだよね。お肉もしっかりゴロッと入ってます。窓の外には出番を待つ飛行機たちが並んでいます。尾翼につながるラインがかっこいい。ご飯もお腹いっぱいいただいたので、次はバーに行きましょう。4階のラウンジエリアにはこんな感じのバーカウンターがあります。あんまり混んでなくていいね。今日は秋のメニューということで秋風というカクテルがありました。秋っぽいプレゼンテーション。富士山もあるね。栗を使ったとろっとしたカクテル。この富士山のグラスでいただきます。周りには栗が散らしてある。ちょっと甘めで食後のデザート感覚で飲めるカクテル。美味しくいただきました。深夜便にここで一杯飲んでから出かけるのはいいね。それでは最後にシャワーを浴びておきましょう。密偵エアラインらしい安定の清潔感。スリッパまである。シャワールームも綺麗です。搭乗開始まであと20分くらい。そろそろゲートに向かいましょう。初めての伊丹のスイートラウンジ、楽しかったな。普通のラウンジとの違いは確かに感じますね。来年はダイヤは維持しないつもりだったけど、これはちょっと悩んじゃう。今日は66番なのですぐそこかな。この時間でもお店が開いてるんですね。ソフトクリームだって食べられちゃう。危険だ。搭乗は10分遅れみたい。
そこまで急ぐ理由もないんだけどグループ1で入れます。羽田 LA は787でザルームではありません。これも十分快適なんだけどザルームもいつか乗ってみたいね。プライベート感は十分。長距離路線なのでマットも用意されています。後で広げてみましょう。アメニティはエッティンガーのポーチ。後で中を見てみよう。あとはスリッパとかヘッドフォンも。ポーチって日本初だと青なんだっけ。中身はこんな感じ。いつも歯ブラシくらいしか使わないんだけどこれはありがたいね。この手のやつはいつも妻に横流しされます。平均的な日本人サイズの僕には広々とした空間。前方下にはキャリーも入りそうだね。こちらはメニュー。ラインナップは一面って感じですかね。機内のお酒はそこまでそそられない。これはちょっと面白そう。ドライウイスキーのブレンドだって。あとこれね、 LA のクラフトビールだって。静岡茶も気になる。いろいろいじってたら機材の歴史を感じるものを見つけました。iPod。 こんな端子だったっけ。お水はブルボンの天然水。米どころ新潟の会社だからきっといいお水なんでしょう。最後にウェルカムドリンクをいただいていよいよ出発です。クラカップなのがちょっと他のエアラインと差を感じてしまう。ここから10時間のフライト。日付変更線をまたぐから時間感覚がバグる。金曜日深夜に日本を出発するのにアメリカに着くのは金曜日の夕方です。なんか得した気分になるけど帰るときはこれの逆を食らうからね。今機体が飛び上がってきました。夜の光が綺麗。ワクワクビジネスクラスフライトの始まりです。あっという間に光が小さくなってくる。この後は安定したら軽食をオーダーできるはずなので楽しみ。ラウンジご飯から結構時間も経ってるからお腹の準備は OK。 ちなみに今回はフライト中の Wi-Fi が無料になるクーポンをもらいました。これもビジネスクラス特典ですね。機内が明るくなってご飯タイム。まだまだ関東上空のあたりを飛んでいます。濃厚ネギ味噌ラーメンをもらいました。飛行機の上で食べるラーメンってなんか好きなんですよね。麺が結構たっぷり入ってる。ご覧の通りかなり揺れるので食べるのが大変というか、こぼしたりしたら大惨事だからな。なんとか揺れを乗りこなしながら食べ進めます。お味は美味しかった。普段はスープは飲み干さないんだけどこぼれるのが怖くて全部胃にしまいました。これなら揺れでこぼれる心配もなし。さて揺れるラーメンと戦っている間に飛行機はだいぶ進んでいます。エンペラー海山列の近く。追い風が時速137キロってすごいね。シートを倒してマットを敷くとこんな感じ。布
団にくるまってフライトマップを見ながら眠りにつきます。おやすみなさい。目を覚ますと外は明るくなっていました。東向きに太陽を迎えに行くフライト。だいぶアメリカ本土も近づいてきています。到着まであと3時間くらい。日本時間だと朝7時42分ですね。快適なフルフラットシートを起こしてご飯の時間。テーブルがセットされていきます。日本初フライトなので和食をお願いしました。鮭と白あえなどなど。個人的な年間魚消費量の8割くらいは機内で取ってる気がする。他にはピントが合いにくい真っ白なご飯と日本の心っていう感じの前菜たち。実は今年初のサンマを空の上で食べます。あとはフルーチ、かぼちゃのお漬物、それにお味噌汁ですね。どの料理も丁寧に作ってあってさすが日本って感じ。機内で提供する料理をここまでレベルを上げてくるのはすごいことだよね。昔の機内食とは大違い。機内食は素材の味で勝負系は難しいと思うけど、この鮭も美味しいです。豪快で大味な料理の国に行くので和食にしておいてよかった。ごちそうさまでした。要は大満足じゃ。アメリカ本土もすぐそこ。いよいよあと少しでオアシスにも会える。直前まで行くか悩んだけど来ちゃってよかった。食後は紅茶をもらいました。セイロンみたいだね。フォンダンビスキュイ芋をつけてくれます。こんな感じのクローバー型のお菓子。食感が優しい。そろそろ身支度をしなきゃ。ということでトイレに来たらここにも歯ブラシがたくさん。マウスウォッシュもありました。そのまま飛行機はサンフランシスコをかすめ、ラックスも通過して街の上空へ。ここから旋回して着陸するんでしょうね。LA ってでかい都市ですよね。びっちり建物がある。いよいよ着陸です。空港は夕日を浴びている時間帯。すごくスムースなランディングでした。あっという間の10時間でしたね。疲れもないし快適なフライトでした。こちらこそですね。いいフライトでした。この後はホテルに行ってのんびりして明日オアシスのライブがあります。ローズボールっていうスポーツの伝統的なスタジアムだから雰囲気も楽しみ。ライブは夜なのでそれまでは観光したりする予定。LA は5、6年ぶりなので楽しみです。ボーダープロテクション、あまりかっこいい響きだ。スターズ&ストライプス、アメリカだ。さて入国も完了し時刻は夜7時半。気温は21度くらいみたい。ホテルまでウーバーの予定なんだけど高いね。ウーバー X でも1万円くらいする。まずはウーバーのピックアップポイントまでシャトルバスで移動します。黄緑色のやつだね。
ストップが多くて15分くらい乗ったかな。ここで待ちます。ちなみにシャトルバスはすごくアメリカ的で、スタッフのお姉さんが常にブチ切れてた。何をそんなに怒ることかと思うんだけど、これもアメリカって感じ。ウーバーにピックアップしてもらいました。今回はダウンタウンにあるシェラトンを予約してて、約1時間の距離。ラックスはアクセスが良くないのがちょっと困るね。ダウンタウンに入ってきました。あんまり人が歩いてない。代わりにロボットが走ってますね。テックな街でもあるロサンゼルス。ようやく部屋までたどり着きました。2泊お世話になるお部屋。マリオットのステータスのおかげでアップグレードしてくれたみたい。これはなんかもらえたドリンク。ラウンジがないからその代わりにとのことでした。なんかいろいろと特典を用意してくれてた。ただどれもあんまり使わなそうな雰囲気。ポイントくれるとかでいいのに。洗面所も綺麗っぽい。結構古いホテルみたいだから作りに時代を感じるけど十分快適。シャワーもバスタブが一応あるタイプ。ハンドシャワーがないのはちょっと不便かもしれない。まあでもいいでしょう。十分に快適そうです。とりあえず一休憩かな。アメニティが全然なかったんだけど、お願いしたら持ってきてくれました。この時チップを渡し忘れて後でハッとしました。まだ自分のモードが日本にいる時のままだった。デスク周りはこんな感じ。よくあるコーヒーマシンかと思いきやスタバのコーヒーでした。エスプレッソのスタバ版みたいに専用のカップがある。後で試してみようかな。でもとりあえずはルームサービスを注文。結構時間が遅くなっちゃったからね。なんか外で買ってきたみたいな袋で届きました。開けてみよう。そこに大量のケチャップとかが入ってますね。こんなに使うかって量。これはマヨネーズ。ケチャップも。あんまり数えたりとかせずガサッと掴んで放り込んだんだろうね。こんなに使うやついないだろう。チリソースも。こっちは塩だ。マスタードもあるね。まあ仕事なんてこんな感じでもいいのかもしれない。注文したのは和牛バーガー。安定のポテト山盛りです。お肉もたっぷり。ではいただきましょう。時差があって何ご飯かわからないけどうまい。肉の扱いはこの国の人に任せておけば間違いないね。ポテトもソース類をふんだんに使いながら食べます。チリソース美味しい。じゃあご飯も食べてシャワーも浴びたのでそろそろ寝ましょうかね。とにかく食べて寝るのが時差ボケ対策。それではおやすみなさい。朝10時。ちょっと寝すぎました。これからご飯を食べがてらちょっと観光してきます。やってきたのはピンクスっていうチリロックが有名なお店。店内もかなりポップな雰囲気。
スペイン語が飛び交ってる。この店に来たセレブの写真がたくさん。定番のチリロックにしました。こういうのでいいんだよ飯ですね。こんな感じに屋外のテーブル席が並んでいます。天気がいいから気持ちいい。チリビーンズがもりもりで食べるの大変。かなり食べ応えがあります。さて食べ終わったので移動します。LA に来たら絶対試したかった自動運転タクシーに乗りましょう。今回乗ってみるのは Google 傘下の自動運転スタートアップ Waymo のタクシー。 LA を含むいくつかの都市で自動運転タクシーを展開しています。僕の昔からの友人も Waymo で働いてたりしてずっと興味があったんですけど、ようやく乗れます。配車はこんな感じでアプリで手配。 LA ではこの地域で乗ることができます。空港には行けないんだけど、ハリウッドやサンタモニカにも行けちゃうので観光にも大活躍。予約できました。じゃあ早速待ち合わせ場所に行ってみましょう。おお、来ました。てかあれ、止まってくれない。どこに行くんだ。脇に入るみたいですね。停車可能な場所を探してたみたい。じゃあドアを開けて乗り込みましょう。いよいよ出発です。見ての通り誰も運転席にいません。勝手にハンドルが動いてる。案内のビデオが流れてます。車内の映像はプロダクトの改善のために記録されているみたい。でもマイクはサポートが必要な時にしかオンにならないって。にしてもやっぱり目の前の光景が信じられない。普通に右折してる。しかも車がジャガーだから乗り心地も抜群にいいんだよね。ナビ画面になりました。なんだか良さげな音楽も流れ始めた。今度は左折するみたい。めちゃくちゃスムーズだ。直線だと結構スピードも出すんだね。ちゃんと信号を見て止まれる。ウェイモが周囲をどう認識しているのかが表示されています。これはかなり安心感につながるね。前も後ろもしっかり認識できてる。そしてやっぱり運転席は無人。人間よりよっぽど細かく周囲を認識できてるよね。タッチパネルでいろいろ操作できるみたい。ジャガーの I ペースがベース車両なんだね。普通に人間ドライバーに紛れて走行できてる。っていうか前にもウェイもありますね。常にセンサーが回転して四方八方の情報を収集している。目的地に到着しました。路肩に寄せての停車も完璧。いやー、こいつはすごいな。
観光地のど真ん中で降りたらやっぱりみんな珍しがってますね。また勝手に走り出しました。次のお客をピックアップしに行くのかな。これはマジで感動。というわけで興奮が収まらないんだけど、チャイニーズシアター前に来ました。ド定番の観光スポットですね。思ったよりもこじんまりしてるというか、建物が背が高くない。歩道にはいろんなセレブの名前が入っています。これがドルビーシアター、アカデミー賞の舞台ですね。もともとコダックシアターって呼ばれた場所でしたが、コダックが破産して名前は変わりました。書料無償。じゃあ中に入っていってみましょう。ここは日本人建築家の谷垣大輔さんがコンセプトデザインをしています。ホールに続く階段も気品がある。ここはオベーションハリウッドっていうモールの一部で有名なあれが見える場所。モールの上の階に来るとこんな感じでサンタモニカ橋梁が見えます。確かにありますね、ハリウッドサイン。実物は高さ14メートルくらいあるらしい。市内にもハリウッドサインを眺められるスポットはいくつかあるんだけど、ここが一番お手軽なんじゃないかな。この映像はカメラの望遠レンズで撮ってますけど、最近のスマホなら同じくらいズームできるんじゃないかな。では次の場所に移動。楽しかったのでまたウェイモを乗ります。実はウーバーと値段が変わらないんですよね。次のライドはどっちも60ドルくらいだったら、完全プライベート空間のウェイモの方が良くないですか。というわけでピックアップ地点に着きました。停車できる場所を自動で判断して止まっててくれる。次の行き先はサンタモニカビーチ。約1時間の乗車です。自動運転なので加速やブレーキもすごく丁寧だし、ジャガーなのが最高。ちゃんとウインカーも出してる。ウェイモが赤信号だなーって思ってるのかわいい。行き交う車も完璧に認識できてる。ちなみに車内にはカメラもついていて、様子はモニターされています。路駐してる車がいます。こういうのもちゃんとうまいことを避けて進める。これ自分の Spotify とリンクさせられるみたい。というわけでオアシスを流して気分を高めていきます。車はいわゆるビバリーヒルズのあたりを抜けていきます。絵に描いたような高級住宅街って感じ。結構観光客もいるんですね。天気も良くて絵になるね。この渋滞の中でもちゃんと走れるんだから、もはや自動運転に不安はないね。歩行者もこんな感じでちゃんと認識。ここまでちゃんと分かるなら、あとはもう法律とか環境整備の問題だね。ウェイモより荒い運転をする人なんていくらでもいると思うからね。というわけでサンタモニカに到着しました。めちゃくちゃ快適でしたね。また次のお客さんのところに走っていきました。
LA に来たらやっぱり西海岸の海は見たいよねってことでやってきました。サンタモニカピア。ルート66の終点でもある象徴的な場所。観光客がたくさん。ド定番の観光スポットだね。この辺りはカフェやレストランがたくさん立ち並んでいます。昔ながらの雰囲気を残していて、観覧車なんかもあります。映画の中のアメリカだ。ビーチもいい雰囲気。気候も過ごしやすいし、こんないい海もあるし最高だよね。カリフォルニアに人が集まる理由はよくわかる。桟橋では釣りをする人がいたり、鳩まみれになる人がいたり、いろんな人がいます。良すぎる。じゃあ一旦ホテルに戻ります。この後はいよいよオアシスのライブだから身軽にならないと。帰りももちろんウェイモです。なんかもう当たり前のようにウェイモに乗ってる。ドライバーさんがいないから気が楽だね。自動運転なので絶対に制限速度は超えない。35マイルぴったり。だいたい50キロくらいだね。そろそろ到着。ホテルそばのホールフーズに寄っていきます。You're here. Please make sure it's clear before exiting. センサーがめっちゃ回ってる。ホールフーズではコーヒーとかジュースとかお菓子を買い込んでます。なんか良さげなポテチ。あとはジュース。コーヒーは大好きなスタンプタウンコーヒーのゴールドブルー。ホテルから車で30分くらいのローズボールにやってきました。今夜ここでオアシスのライブが行われます。子供の頃からの憧れの存在についに会えます。まだ会場前だけどすでにこんな列が。日本人どころかアジア人も全然見ないな。どんどん列が伸びてくる。いつか生で見たいと思ってるうちに解散してしまって、そこから再結成まで15年待ちました。東京公演はチケット取れなかったんだけど、LA 公演がリセールで出てたから思い切って取りました。めちゃくちゃいい雰囲気の会場だ。ローズボールは大学アメフトの聖地。他にも前回のアメリカワールドカップの決勝戦やロサンゼルスオリンピックの会場にもなった伝統あるスタジアム。見ての通りものすごいお客が入る巨大なスタジアムです。LA の快適な気候も相まって最高の雰囲気だぜ。いよいよ開場しました。といっても開始まではまだ3時間もあるところ。いよいよだ。中に入れました。とりあえずグッズを買おう。あれがマーチだね。並ぼう。みんな試着したりじっくり品定めして買うから列が進むのがゆっくり。T シャツ2枚買いました。今日の日付が入ってるやつ。じゃあ次は腹ごしらえだね。とりあえずビールをゲット。750ミリ入ってるバカデカ缶。次はご飯。どこも混んでるんだけどみんな楽しそう。ここにいる人はみんな長い間待ち続けた仲間たちだからね。チキンテンダーにしました。なんかあんまり日本では見ないソース。
ポテトもたくさん。なんかお会計の時にチップはティーネイジャーバンドの活動支援に寄付されますって言われて、最大額のチップを寄付しちゃった。今日はいいよね。だんだん暗くなってきました。荷物持ち込み禁止でスマホしかないからずっと X とインスタ見てる。中では前座のバンドがやってるんだけど、なんかまだ心の準備ができずに外にいます。この瞬間すぐそばにオアシスも存在してるなんて。とはいえさすがにそろそろ中に入りましょう。すっかり暗くなった。このトンネルを越えたらスタジア。もう人だらけ。なんかよからぬ煙の匂いしてくるね。うわ、本当に始まる。ていうかオアシスが時間通りにステージに出てくるなんて。大人になったんだな。するぞ。かっこよすぎる。ついてきた。ここからは夢のような時間。1曲目は目の前の現実を信じられずにぼーっとしてて、2曲目でようやく現実なんだと理解して、3曲目のエンディング通りのサビをみんなで歌ったところで号泣してしまった。そしたら通りかかったカメラクルーたちに泣いてるアジア人としてめっちゃ撮られて、俺たちやったな、本当のオアシスだぜって抱きしめられました。そうなんだよ、俺たちやったんだよ。でここからホテルに帰るんですが、ここからがやばかった。これまでの旅で一番ピンチかも。駅までのシャトルバスに乗り切れなくてウーバーを呼んでるんだけど全然来ない。辺りが交通規制でスタジアムに入ってこれないらしい。さっきからいろんなドライバーにキャンセルされまくってる。そうこうしてるうちにバッテリー残量がかなりやばい。これがなくなったらウーバーも呼べないし地図も見れなくなってしまう。ずっとウーバーを待ち続けてるんだけど、いよいよやばいかもしれない。人がほとんどいなくなって交通規制も解除され始めてる。ローズボールはここ、ホテルはここ。歩いて帰ると4時間くらいらしい。それだけなら最悪歩き続ければ帰れるんだけど、問題はこれ。全米で最も治安が悪いと言われるスキッドロー。割とダウンタウンと近いんですよね。このままスマホなし地図なしで方角を頼りに歩いていってここに迷い込んだりしたら本当にやばい。最後までウーバー粘ったけど、いよいよスマホのバッテリーが。深夜1時半。なんとか無事にホテルに帰ってきました。スマホが使えなくなって本当に積んだと思った。あの後通りかかった車を止めて事情を話して近くの町まで送ってもらいました。その後近くのホテルに飛び込んでタクシーを呼んでもらって帰還しました。ライブ会場だからセキュリティが厳しくてスマホしか持っていかなかったのがあだとなったね。
ちょっとオアシスが楽しみすぎて他のことに気が回ってなかった。でもヒッチハイクで泊まってくれる人がいてよかったよ。ローズボールのあたりはイベントがなければ人がいない真っ暗なところだからマジで終わったかと思ったよ。いやー疲れた。これが手に入れた T シャツ、ワールドツアーのデザインと今日の日付が入ったやつ。2025年9月6日。こっちはライブが行われる都市が書いてあります。東京にももうすぐやってくるね。アジアが終わったら南米に行きます。まあ今日は疲れたからもう寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。ちょっと寝すぎてしまった。もうすっかり明るい。今日はこれから空港に向かって帰国です。弾丸の旅だったな。空港へはウーバーで。ウェイモはまだ空港には乗り入れできない。空港に到着です。なんか混んでるね。帰りも ANA のビジネスクラス。ラウンジの案内ももらいました。スターララウンジが使えるみたい。LA はターミナルは意外と小ぶり。人が多くて活気があるように見えます。スターララウンジはターミナルの上の階にあります。なんか言語化しにくいんだけどアメリカっぽいね。色とかトーンとか。食べ物もアメリカのラウンジって感じ。味のついたチキンにサンドイッチ。でもこういうのも大好き。結構広くてテラス席もある。ドリンクも充実してて奥にバーもあります。あっちからはターミナルが見下ろせる。帰りもビジネスクラス。着いてすぐに仕事だからゆっくり休みながら帰国します。あっという間の LA 滞在でしたけどいろいろ楽しめましたね。なんといってもオアシスとウェイモ。そろそろ搭乗開始。帰りは B789 です。行きは B788 だった。やっぱりこのトリトンブルーのラインはかっこいいね。乗り込みました。お隣にはイベリア航空。ウェルカムドリンクはオレンジジュースにしておきました。さっきラウンジで結構お酒飲んだからね。行きともまた違った座席。シートは一緒かもだけどディスプレイ周りがシンプルですね。枕とマットがあるのは共通。コントロールパネルはシンプルでいいね。ボタンがたくさんあっても結局使わない。ちょっと古さは感じるけど日系らしく綺麗に維持されていますね。帰りのポーチは緑で薄いやつ。ではでは出発です。ここから12時間くらいのフライト。時差も手伝って到着は日付的には明日の夜です。ビシッと並ぶフェデックス。あっちには DHL さんも。貨物機ってかっこいいよね。離陸していきます。あっという間に海が見えてくる。奥の方がサンタモニカですね。綺麗な海岸線だ。いいところにある街だね。飛行機はそのまま海岸線に沿って北上。
なんか湖がある。大陸の地形は島国とはまた違って面白いですね。あっちにうっすら山脈が見える。あら、何かの地層なのかな。下島が見えます。メニューが配られました。行きで気になってたこのクラフトビールを飲みましょう。LA 初フライト限定らしい。ゴールデンロード。ドジャースとのコラボビールなんだね。何も知らずに注文してた。ここに書いてある数字が多分ワールドシリーズを制覇した年。お味はオーソドックスなエールって感じの程よい飲み応え。まずはアミューズ的なものが出てきました。パテの乗ったブルスケッタとサラダ的なもの。ちなみに今回は海外発ということで洋食にしています。酒のつまみにちょうどいい。こっちは下にトマトとかキノコもいました。そしてビールはまさかのおかわり。結構気に入っちゃったかもこれ。飛行機は海岸沿いを北上し続けてサンフランシスコの辺りまでやってきました。画面真ん中がサンノゼの辺りでしょうか。そこから左側に行くとパロアルト、サンマテオ、サンフランシスコですね。機長さんもアナウンス。ゴールデンゲートブリッジの手前がサンフランシスコ、奥がオークランドですね。同じカリフォルニアの大都市でも街の雰囲気が全然違う。ご飯は次に前菜とパンが運ばれてきました。生ハムとタルタル。パンは現地調達なんでしょうかね。あとバターとか。パンはぎっしり系でした。お腹にたまる。生ハムもお酒が欲しくなるやつですね。タルタルも意外と繊細なお味。アメリカのケータリング会社でもできるんですね、こういうの。美味しくいただいている間に飛行機はいつの間にか太平洋に。すっかり陸地は見えなくなりました。メインの牛フィレ肉がやってきました。肉厚で中はほんのりピンク色。空の上で食べるには十分スリルを味。ラウンジご飯の直後だからなかなかお腹にくるね。でも美味しくいただきました。結構揺れが続いていて CA さんがサービスが大変そうでした。食後にはデザートとお茶をいただきます。デザートはベリーとチョコレート、あとメゾンカカオのチョコももらいました。これはお茶についてるみたい。お茶はあったかい静岡茶。落ち着く。高度を上げて飛行中。雲が一面に広がっています。食べてすぐ寝るとなんとかって言うけど、ちょっと横になろうかな。西向きだからまだ明るいけど LA 時間ではもうすぐ夜8時。機内も明かりが落とされました。行きと同じように倒したシートにマットを敷いて準備します。じゃあ準備ができたので横になりましょうかね。残りまだ8時間以上のフライト。ひとまずここでおやすみなさい。謎の時間に起きてしまいました。昨日撮った写真を整理中。現在の時刻は LA 時間だと午前0時40分。
東京は夕方6時40分。あと3時間弱で到着ですね。とりあえず作業のお供にアイスをもらいました。あとあったかいお茶も。カロリーの強調表示。やっぱアメリカのアイスはでかい。一番上までびっちり入ってる。そしてカチカチ。ちょっと放置だね。こういう作業中の感触を逃さず脂肪にしている気がする。でもなんか口に入ってると集中できるんですよね。特に座るしかできない飛行機は全てが脂肪になってしまう。それなのにラーメンにまで手を出しちゃって。この黒いのを入れるんですね。まずはそのまま。黒いのは半分くらい食べてから入れてみました。かなり様変わりしたな。でもこれはこれでうまそうだ。ごちそうさまでした。行きと帰りで違うラーメンを出してくるのは飽きなくていいね。到着まであと2時間を切りました。今度は動画を編集中。3週間前の北海道の素材を選別しているところです。ご案内いたします。スピンバッジには小さな針がついており、ご引きやなんかドジャースピンバッジをもらいました。別にファンではないんだがどうしよう。全然進まない動画編集をしていたら着陸態勢に入るみたいです。いつの間にか茨城県上空。東京の夜景が見えてきました。遠いけどビジネスクラスならあっという間に感じますね。やっぱり体の疲れも段違いに少ない。というわけで羽田空港に到着です。帝国通りのフライトでした。ほんと全然疲れを感じないな。お世話になりました。弾丸 LA の割にはすごく充実した旅だったな。というわけで今回の動画もそろそろおしまいです。ビジネスクラスでの LA 往復だったわけですが、実はビジネスクラスでの旅はまだまだ続きます。もし気になった方がいればぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。